骨は骨せんべいに作ります。全部を取る。この方がきれいに取れる。残る。身が残ったら骨せんべいに。だいぶ身が残ってる。お酒大さじ1杯。で、お醤油を大さじ1杯。骨やるときはまだ薄くついて浅くてもいいの。適量っていいぐらいの時から入れて、10分経ちました。いい感じで上がってます。で、今日は小アジをお友達がもう頭とお腹を取って持ってきてくれましたので、このゼイゴを取って3枚におろして、身は酢漬けにします。3倍酢につけて、で、フライにするんじゃないの？フライにして南蛮漬けにします。南蛮漬けにして、で骨は骨せんべいに作ります。はい。息子がやります。はい。はい。これからは私が基本料理はします。はい、頑張ってください。包丁。ゼイゴを取れ。ゼイゴはね、これで取った方が取れる。ここから薄くこうやってゼイゴを取る。この方が綺麗に取れるよ。どっちでもいい。ほら、お前はそこに上がるな。ちょっと向こうに連れて行っとこうか。基本全部ゼイゴを取るっすよね。ゼイゴを全部取って。唐揚げにしてもゼイゴが引っかかるのは嫌やけ。本当だ、取りにくい。ラズくん、よっこいしょ。よいしょ。隔離しました。ゼイゴなんか普通に捨てるけどいいんじゃろ。生ゴミで捨てるからね。抗議しよる。にゃにゃなきよる。ちょっとの間お魚大好きやからちょっと、下手したら奪いかねんもんな、あいつ。泥棒していくか。文句言う。出せよ。適当でいいんじゃないの？まあ身を少しでも残してください。ゼイゴってでもあれなの？魚が食べられんように作ったやつ。飲み込むときに頭からじゃないと喉に引っかかるやなようにゼイゴができてる。マジで？へえ。でも料理には全く関係のないあれやな。要はその鎧的なもんってことない？そう。よろしいですか？それで全部3枚におろす。頭の方から切った方がいいかもしれん。骨に沿って。こういう初めに入れとくんじゃないの？そのままで切れるよ。こうやって？多分身が残るで、これやったら。身が残ったら骨せんべいにつく。だいぶ身が残っとるけど。上手です。いいです。いいの？こんなもん？大丈夫です。今日刺身にせんから大丈夫。刺身にするときはね、皮を剥ぐから、あそこに筋を入れるんだけど、
このぐらいの感じでいいってこと、いいですいいです。身は身はそこ置いといて、うん、ちょっと上に浮かせないと骨切るよ。そうそうそう。いやちょっとでも身を多くしようかなと思ってあげるんだしと思ってまあ骨せんべいだから骨に肉ついとってもそれはうまいはうまいんだろうけど、そうですそのね。本来の目的じゃなかろうよことじゃないの。はい、いいです。どんどんやってください。至らんこと言わんとさっさとやれぐらいの感じ、うんこう身がさうん楕円になっとるわけやん、こうやってうんこうやっとる時はさ、うん切りづらいじゃん、うんなんかコツあるの？特に気にしたことはない、したことはない。そのまんまでやるから尻尾から切る時もあるし、尻尾の方からこう切っていく時もあるし、でもそれも真ん中の骨に包丁が触らんためには少し浮かせるんよね、上向きに骨に沿いながら包丁を少し浮かせんと骨切っちゃうから。かなりさでも逆説的じゃない？そうだってできるだけ身を残しながら切らにゃいけんけさ、できるだけ骨に沿ってやらなきゃいけないけど、ほんのちょっと浮かさないと骨切っちゃうからっていう話なんでしょ。そうよ。それがコツなんよね、やっぱし。料理をしようと思えばこう考えながら、包丁の向きとかも、これ片刃やから大丈夫やけ。まあ、片刃やからって俺は片刃しか使ってないからあれだけど、あれは両刃や。あれ白これは両刃や。あれそれ両刃やった？両刃。それでね、だけ税後がまっ取りづらい。まっすぐにいかんから、税後取りにくいやろ。片刃はやっぱ沿って切れるから。知らんかった。これ両刃なの？両刃。片刃じゃん。両刃。両方になっちゃう。それ切ると片刃に見えるけど、切ると斜めに切れていく。研いだ時にあれしたのかなんかちょっと違う、そこはカットします。はい、で、これを、こういうふうに、骨だけになりました。でこれを、30分ぐらいつけるんですけど、お酒大さじ1杯でお醤油を大さじ1杯でこれでなじませます。よう香りがええ。ふわっとお醤油とお酒の匂いがして、これで30分これは置きます。はい。オリーブオイルを使います。今日椿油があるといいんだけど、椿油がない。米油でもいいけど、さらっとしたやつが。2センチぐらい。2センチ。1.5か2センチ。骨やるときはまだ薄いっていうか浅くてもいいんだよ。浅くてもいい。あと揚げるのがあるからちょっと多めに入れたけど、これで、140度ぐらいに、温めます。低い温度で10分から15分ぐらい揚げる方がいいんで、あんまり油が薄いと焦げてしまう、だけなるほどね、だけちょっと2センチぐらいある方が焦げなくていいかもしれない、それでゆっくり揚げる、椿油やったらもうカラッと揚がるけどね、で
と骨の方は、少し汁があるけど、これ多ければ下味をつけた汁は捨てますけど、その後これに片栗粉をまぶして、揚げていきます。もうまぶす。片栗粉適量。適量って。こんなもん？もうちょっと入れて。ちゃんともうちょっと。しっかりかぶるような感じなの。しっかりかぶせんといけん。あったおいしい。こっちは片栗粉だよね。片栗粉でカリッと揚げる。骨せんべいやからね。普通のフライはフライとか南蛮漬けのは南蛮漬けの方は薄力粉で揚げる。カリッと揚げたいときは。で今日もらった今日じゃねえや、前もらったサワラはたこ焼き粉。たこ焼き粉味がついてるやつそれとかお好み焼きの粉とかね、味のついたやつで揚げるとそのまま食べて美味しいから、いろいろと用途にいや用途に合わせてちょうど、140度って140度やけ中火ぐらいで温度を上げたら、もう本当もう冷たくてもいいぐらいの時から入れて、冷たくないグツグツ言うたちょっともう温度が上がってるけど、すぐIH はすぐにあれするからね、温度が上がるから。もうちょっと下げる。ゆっくり揚げる。じわーって揚げる。とりあえずこれで10分間つけてみる、タイマーを。10分経ちました。いい感じで揚がってます。揚げる時にちょっと油の中に端の方をつけて油切りをします。天ぷら屋さんのあれ。また喧嘩しよう。で最後までやると。何枚ある？10枚。10匹くれた。で繰り返すっていう話。ちゃんがいない間に取っちゃいますが、普段はこんな風に詰めて揚げても大丈夫みたいです。4枚だけやったのは外行きというか、動画用だったそうです。今日の晩ご飯のおかずで、ついでにアジを揚げていきます。このアジは南蛮漬けにします。よし。何分ぐらいかかった？6分、5分ぐらい？5、6分だと思う。5、6分ぐらいかかって上がりました。少し焦げ目がついたぐらいで、ちょっと先端をつけて油を切って、ちょっと何日か前に作った南蛮漬けのタレが残ってましたので、ちょっと煮沸して、その中に漬け込みます。確か南蛮漬けはレシピを他の動画で撮った記憶があるんで、
この辺リンクのこの辺、リンクをこの辺に貼っときます。アジが上がりました。で最後にきゅうりを。最後に、きゅうりを切って一緒にいただきます。ある時には人参やら玉ねぎやらいっぱい野菜を一緒に入れて、いただきます。サワラもついでにあげます。これはサワラはもう塩味とかしないので、たこ焼きの粉できたらたこ焼きやなくってお好み焼き？お好み焼きの粉を使ったりたこ焼きが出てお好み焼き出ないのね。年ですね、をやったりします。はい。雑音が入るね、ガーガーガー。もう揚げるんだね。揚げる。もう取るよけど。取るやろ。サワラの揚げたのも美味しいですよ。酢で。結構盛りだくさんあるよね。そうやって考えると。半ピレやけどね、サゴシやけど、いただいたものばっかりであれですけど、感謝して。いや作った後に気がついたらしいんですけど、今日は9割方がいただき物です。今日の晩ご飯はこんな感じになります。ほうれん草をさっき取ってきていただいたもので、ちなみに母は夏野菜で作ったスープを入れて作ったカレーです。僕はダイエット中なので食べれません。ってことで完成です。